ちは、マサです。私は15年働いた会社を辞めて2024年1月から人力車の仕事をしています。日本語を勉強している人や会社を辞めて新しいことにチャレンジしたい人に向けて話をしています。ポッドキャスト代わりに聞いてくれたら嬉しいです。はい、ということなんですが、前回の動画を見てくださっている方からすると、あれ、髪の毛どうしたという疑問がありますね。はい、これは日本語で坊主と言います。坊主にしました。どうですか？似合いますか？ちなみに妻からはとっても不評です。皆さんはどう思いますか？コメントで教えてくれると嬉しいです。皆さん、坊主について皆さんの国ではどんなイメージがありますか？どんな印象がありますか？日本でのイメージは、坊主は何か悪いことをして反省の態度を示すために、坊主にして謝るという文化があります。なので坊主を見るとそんなイメージが湧いてきます。この髪型にして初めて会う人には必ず「あれどうしたの？何かやっちゃったの？」とか、不倫でもしたの？みたいなことをたくさん聞かれました。ちなみに不倫はしていません。何もしていません。気合を入れるために坊主にしました。最近とても仕事がうまくいかないことが多くて、そのために仕事をちょっとやりすぎて家庭のこともおろそかになり、とても悪循環な状況が続いています。そういった悪い流れを断ち切ろうと思って坊主にして気合を入れました。なのでこの髪型でどうか2月からいい流れが来ますようにと祈っています。はい、では今日は人力車夫になって大変だったことシリーズの最後の回をやりたいと思います。第5位、大変だったこと勉強についての話をします。どんな仕事もそうなんですが、新しいことを始めると学ぶことがたくさんありますね。フリーランスで働くと特に会社員の時と違って手取り足取り上司が何かを教えてくれるというわけではありません。自分で必要なことは自分で学んでいく必要があります。幸い僕は好きなことが多くて好奇心が強いので、新しいことを学ぶのはとっても大好きです。しかし学ぶことがたくさんありすぎると、どれを学ぶのかついつい迷ってしまって動けなくなってしまうこともありますよね。そこはちょっと大変なところだと思います。なので今日は私なりに学ぶことについての考え方を話したいと思います。人力車の仕事でいうと、運転の仕方とか街についてのガイドとか写真の撮り方など基本的なことは研修で教えてもらえます。なんですが、より良いガイドをしたいと思ったら細かい知識は自分で勉強していく必要があります。例えば僕のお客さんは7割以上が外国人です。人力車に乗ったら浅草の街だけじゃなくて日本の文化についてもしっかりと知ってもらいたいです。日本の美味しいご飯を食べてもらいたいです。お寺や神社の参拝の仕方とか、日本人の宗教に関する考え方とか、どうしてそういうふうに考えるようになったなんかも話したいです。なので一つのことでも細かく勉強し始めていったらキリがありません。食べ物に関して言えば、お寿司とか天ぷらとかラーメンとか定番の日本食から始まって、もんじゃ焼きとかメンチカツ、大学芋なんていうローカルフードなどの紹介も必要になってきます。浅草には老舗から最近できたお店などたくさんの食べ物屋さんがあります。なので紹介するためにはいろんなところを食べ歩く必要がありました。それでもまだまだ行けてないお店がたくさんあります。しかもこれを外国の人に説明しなければいけないので、英語を説明して覚えたりとか、簡単な
その食べ物の説明の仕方を覚えたりしなければいけません。お客さんは英語だけではありませんので、最近中国語の勉強を始めました。でも新しい言葉を覚えると本当に大変ですよね。僕もアプリを使って勉強してみたんですが、発音が全然上手にならなくて、実際に中国語で話しかけてみたんですが、全然伝わらないということもたくさんあります。こんな風に自分の興味とか必要に応じてたくさんのことを学び始めたら、気の向くままにいろんな学ぶべき必要なことが出てきてしまいました。学ぶことって本当に尽きることがありませんよね。それで結局何もかも今中途半端になってしまっているような気持ちになっています。例えば中国語の勉強を始めなければ他にもいろいろなことができていたと思います。英語の時間に当ててたらもっと英語が上手になったかもしれません。でも結局中国語も大して話せないし、英語もあんまり上手にならず、どちらも中途半端になってしまっています。前回の動画で取捨選択についてのお話をしました。取捨選択とは何かを選ぶ代わりに何かを捨てることという意味です。時間は有限で限られているので、全てのことができません。自分の達成したいことがあるなら、それに絞って活動した方が選んだことを叶えやすくなります。そういう意味で前回の動画では取捨選択をしていった方がいいという話をしました。なのでこの理論を通すなら勉強することも絞っていった方が絶対いいですよね。でも僕は今の段階では絞る必要はないと思ってるんです。今から前回の動画と全く反対のことを言います。必ずしも取捨選択をすることがいつも大事とは限りません。どれか一つに決めてしまうというのは、選ばなかった方の可能性が消えてしまうということでもあります。可能性を消さずにいろんなことをちょっとずつやっていたおかげで、新しい自分の才能に気がついたりとか、新しい好きなことを発見することもあるんです。例えば僕は好奇心から4年前に自分で YouTube を始めてみました。それで動画を投稿するのに動画の編集の仕方を学ぶ必要がありました。なので独学で勉強してみました。あんまりうまくはならなかったんですが、今時々動画編集のお仕事をもらう時があります。人力車の売り上げが厳しい時にこの動画編集のお仕事がすごく僕を救ってくれました。あと4年前にまた英語の学習を始めた時のことです。英語の勉強を始めたら外国人の友達がたくさんできました。それでもっと仲良くなりたいと思って言語交換の時に日本語を上手に教えてみたくなりました。それで日本語の勉強を始めてみました。そしたら気がついたら今日本語の先生としても働いています。どちらも最初から動画編集を仕事にしようとか日本語の先生になろうとか思って始めたわけではありませんでした。興味本位で始めていったことです。なので何か一つに取捨選択して集中することももちろん大事なんですが、今まだ可能性を見つけてるよっていう段階ではいろんなことにちょっとずつ手を出していくことも大事だと思ってます。バランスが大事ですよね。皆さんも日本語の勉強をしているといろんな勉強方法を聞いたりすると思います。どれか一つのやり方に絞ってみるのももちろん大事だと思います。でもその一つを決める前まではいろんな方法を試してみてもいいんじゃないかなと思います。どれが自分にとって効果があるとかやりやすいとか向いてるかとかっていうのはやってみるまでわからないからです。この方法は少し遠回りに感じることがあるかもしれません。
選ばなかったことをやっていた時間が無駄に感じてしまうかもしれません。でもそれはそれでいいんじゃないでしょうか。もしかしたらまた別の何かをやるときにその知識とか経験が役に立つかもしれません。結局何が無駄だったかっていうのは死ぬまでわからないもんですね。なので皆さんいろんな可能性に挑戦していきましょう。これで今日の話はおしまいにします。このシリーズは今回でおしまいです。次回からはまた別のトピックについて話をしようと思います。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またね。